去年に引き続いて10万円給付を政府から明言される、そういった世帯もある中で、しばらく給付金が出ない可能性、その対象になる世帯が出てきています。それに対してめちゃくちゃ不満の声が上がっているということについて、速報でお話しさせていただきたいと思います。なぜそのような可能性が出てきたのかというところを整理すると、一言で言うと、岸田首相が解散をするタイミングを先延ばしにするっていう可能性が出てきたということです。それによって給付金をもらえる可能性が遠のいた世帯が出てきているといったようなことについて、そこでお話したいと思います。新たな給付金が実現しない可能性、秋開始の給付金補助金、全国民一律10万円給付実現どうなるということについて、給付金の最新情報をお伝えしたいと思います。今日この動画をご覧になっていただいている方は、個人の方でご覧になっていただいている方がほとんどだと思います。個人の方で新しい給付金の情報が出たらすぐに知りたい、あるいは給付金の申請が始まったらすぐに申請を開始してできるだけ早く給付をされたい、あるいは給付を確実に完了させたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。新しい給付金の情報が出ましたらすぐにこのように動画でお話しさせていただいてますので、新しい情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録をしていただければというふうに思います。早速いきたいと思います。新たな給付金が実現しない可能性、どういったことかということですね。岸田首相が冒頭に言いましたように、解散を先延ばしにする可能性が出てきたということです。それが最近盛んに言われるようになってきました。なぜかということについて、その背景をお伝えしたいと思います。東京都知事選が先日ありましたと。自民党が推す小池百合子氏が参戦を果たし、つまり再選をしましたということで、石丸伸二、第3局の石丸伸二氏が躍進して、165万票にということになったんですが、当選はせずと、1位にはなれずというふうな形でした。自民党はこれまで、ここに来るまでですね、首長選挙だとか、あるいは小選挙区の補選といったようなところで3連敗とか5連敗といったような形になってましたので、これである一定の自民党がある程度支持をされたといったような状況になっています。そしてその自民党、つまり非自民、つまり自民党でないよというふうな層が、その受け皿になるというふうに思われていた立憲民主党が推す蓮舫氏が3位、2位にもなれなかったといったような形になっています。石丸伸二氏はもともと泡沫候補っていうふうに言われていたので、もしかしたら石丸伸二氏当選してしまうのではというところまで言われるぐらい、非常に躍進をしたんですけれども、結果どうなったかというと、岸田首相としては自民党総裁選の撤退論ももともと、つまりもう自民党総裁として立候補しないと、再選を狙わないっていうふうなことも言われていたんですが、ここに来てですね、再選に意欲を示してきたと。なんでというところなんですが、先に結論を言うと、衆議院の任期満了説もあるということです。つまり来年の10月までこの衆議院が任期を迎えるまで自民党、岸田首相解散をしませんと、岸田首相が解散に打って出ないという可能性が出てきたということですね。もともとこの都知事選で自民党が勝ったということで、さらにはさっき言ったようにこの立憲民主党でもないということで、そのつまり自民党がある程度信任を得たというところなので、今だと、しかもこの蓮舫氏、つまり立憲民主党がその代わりになると、立憲民主党というわけでもないということがはっきりしたので、じゃあここでも解散するべきだと。さらにはこの石丸伸二氏のようなですね、第3局のその躍進、つまり石丸伸二氏が新党を作って国政に打って出るというようなこともちょっと怖いなと脅威に感じるので、その準備が整う前に今解散するんだということが言われていましたが、どうやら解散をしない方がいい理由っていうのも最近たくさん出てきたと。それについてお話しますと。で、このタイミングでそもそも自民党の中で総裁をやりたいっていう人がそもそもいないと。一番の候補って言われている石破さん、この石破さんに限っても、ここ最近のインタビューでは、岸田首相をなんとか支えていかなければならないというような発言までしていると。どういったことかっていうと、このタイミングで、自民党総裁、つまり首相をやるっていうことは、かなり厳しい政権運営を強いられると。自民党は今非常に風当たりが強いので、なかなかちょっとここで、もし自民党総裁、そして首相と
いうことになっても厳しい政権運営を強いられて、来年の任期ですね、衆議院のこの解散と任期というところにまで行けばですね、そこで自民党が解散するものの、もしかしたら過半数を割って政権を失うと、大きく議席を減らすということになるので、もしかしたらこの1年足らずの、その期間でもしかしたらこの首相を終わらなきゃならないと。だから石破さんが例えば首相になってもですね、1年という非常に短命の政権運営を強いられる可能性があるということがありますので、このタイミングでどうしても自民党総裁首相をやりたくないということと、他にもこの圧倒的な候補がいないっていうふうな理由があったりとかしますと。で、さらにはこの、岸田首相がこの解散をしない、衆議院の解散をしないっていうことでのメリットっていうのはたくさんあるということですね。で、少なくとも来年の10月まで、つまり衆議院の任期までは安定した政権運営が続けられると。少なくとも政権を失うということはないので、選挙がないんでですね。なので、政策の成果が出るまでの時間が稼ぎ、今までやってきたいろんな政策の成果が出るまでの時間を稼げるっていうことだったりとか、あるいはその任期までまだ1年あるわけですから、他にもいろんなことができると。いろんな法律決めたりとか、いろんな施策を打つっていうことが自由にできるというところがあります。解散してしまってもしかして政権を失ったらそれができなくなるんで、解散しないでおくことで1年間少なくとも政権でいられるということですね。で、先ほど言ったように立憲民主党がその受け皿になりますっていうふうなことにもなっていないです。今回は例えば共産党と組んでしまったことでちょっと立憲民主党の例えば支持が下がったとか、あるいはその代わりになる政策っていうものについて国民が納得していなかったりとか、あるいは維新と、大きなこの野党二大勢力といえば例えば立憲民主党と維新なわけですけども、その維新に関しても大阪万博だったり、所属している議員の不祥事だったりでなかなか支持が伸びていかない可能性もあるっていうふうな予想もありますと。そうなれば自民党としては野党の準備が進んでいないっていうふうな状況なんで、何も急いで解散する必要はないと。で、さらには自民党の支持率っていうのは最近上がってきてますと。コツコツやっぱり裏金のイメージっていうのがあって、非常に支持率が低かったわけですね。どんどん支持率も下がっていくんじゃないかっていうふうにも言われていました。そしてそういう状況でした。ただここ最近になって世論調査をしている各社ともに支持率が少しずつ4ポイント5ポイント上がってきているというものがあります。であれば自民党としては何も急いで解散する必要がなくて、今が一番悪い時期、裏金だったりとかいろんな施策の失敗、あるいは不景気と国民の生活が苦しいというところで低くなっている支持率を今じわじわと上がってきているのであれば、何も急いで解散する必要はないというところがあります。実際にいろいろな世論調査で各社支持率が先ほど言ったように4ポイント5ポイント上がってきているということがあります。で、解散をしないということが何なのかっていう、結論を先に言うと、つまり新しい給付金補助金が決まらない可能性があるということですね。自民党が他の野党に政権を取って代わられて、そしてその野党と例えば一緒になって第3党が入ってですね、政権運営をしていくことによって、その野党の思っているいわゆる補助金とか給付金を実現していくということが予想される。あるいは野党の大連立政権になって給付金補助金を実現していくっていうシナリオが考えられるんですけども、解散しないというふうになれば、この勢力図っていうのは動かないので、自民党が今のままで給付金補助金を出すっていうふうな可能性はないので、新たな給付金というのは決まってこない可能性がありますと。その新たな給付金の恩恵を受ける可能性があるというのは、今給付金がない、ところ、いわゆる課税をしている世帯ですね。この非課税あるいは低所得世帯に対しては、去年に引き続いて今年も、もし非課税低所得世帯になった人は、新たにこの10万円給付というのをしますよと。この2023年も給付された世帯っていうのはちょっと対象外なんですけど、新たに非課税になりました、低所得になりましたっていう世帯に対しては10万円給付しますよっていうことで、政府は明言しました。この7月にも手続きが始まっているはずですということですね。で、あるいはこの6月の末に発表した、この給付金あるいは補助金というところに対しても、年金受給者あるいは低所得者に対して、これ以外にですね、新たな支援金秋に向けてですね、この物価高の影響が大きいこの年金受給者あるいは低所得者に対して新たな給付金の与党に指示したと、つまり実質秋からこういった給付金出しますよというふうなことが決定していますということですね。それに対して課税している世帯は電気代の補助が8月から3ヶ月間出ますというところにとどまっていると。一回この6月で打ち切りになって、この7月はこの補助金ないんですけども、
8月からこの3ヶ月間、同じように物価高対策として電気ガスとかそういった料金を引き下げる補助金というものを給付しますよということが決まっていますと。この物価高対策ですね。ガソリンの補助金も年内まで延長して出しますよというふうに言っているんですが、それ以外の補助金っていう、あるいは給付金というところについてはないというふうな話なので、めちゃくちゃ不公平だという声が上がっていますというところですね。課税している世帯に対しての給付金っていうのは、このコロナ禍にあった特別定額給付金、全国民一律給付、10万円給付のようなこういった給付金以外はずっと給付されてないといったような状況です。なのでめちゃくちゃ不公平だという声が上がっているという状況です。解散がありさえすれば先ほど言ったように、もしかしたら勢力図が変わってですね、新しい補助金、給付金決まってくる可能性があるというふうに見込まれるんですが、自民党が先ほど言ったように解散をしないというふうなことになれば、少なくとも来年の10月までは選挙が行われないので、そこで新しい給付金が課税世帯に決まる可能性はもしかしたら低くなってきたんじゃないかなということです。それに対してふざけるなっていうふうな声も上がっているということです。ただ現実としてはこの年金受給者非常に苦しいというふうな背景もありますと。今年はこの国民年金厚生年金少し値上がりしました。ただそのわずかな値上がりに対して物価はめちゃくちゃ上がっているというのは今年も引き続き同じなので、その状況は変わっていないというところで、年金受給者ってやっぱり本当に苦しい状況にあると。物価高なんで、少し増額したものの年金、厚生年金とか、国民年金増額したものの実質目減りというふうなことですね。相変わらず生活は苦しいと。ただこういった年金受給者に対してはいろんな給付金というのがポツポツ出てきているので、こういったこともやはりこの不公平だと。課税している我々のところからその給付金原資になって払われているんだということも考えている方も多いようで、なかなか不公平だという声も上がっています。ただ苦しい現状もあるので、そういった苦しい世帯に給付をするということは有効なんでいいんじゃないかというふうな声もありますと。いずれにしても新しい給付金というところが、例えばこの年金受給者低所得者に対しての支援金というものも新しく決定しましたらですね、それについても詳細を速報したいと思いますので、先ほども言いましたけども、新しい情報が出たらすぐに知りたいという方はチャンネル登録しておいていただければというふうに思います。こういった年金受給者低所得者に対しては給付金というのは厚くありますというところがありますが、我々この課税している世帯、一般的な世帯に対してはどういったような形で給付金が実現していく可能性があるのかと、あるいはその可能性はどうなっていくのかということについてお話していきたいと思います。まずこの最初のパネルでお話したかったのは、もしかしたら自民党、つまり岸田首相がですね、解散を先送りにする可能性があるので、そうなった場合は新しい給付金というのが決まってくる可能性っていうのはもしかしたら低くなってますよというふうなお話です。さあ、そしてもし解散をした場合ですね、どういうことが考えるか。解散をした場合、あるいは来年のその10月任期満了に伴って解散総選挙というふうなことになった場合、どういったような給付金が決まってくる可能性があるかと。でそのシナリオもですね、自民党がどれだけ席を失うかというところにもかかっているんですが、自民党が大敗して過半数を少し割ってしまうという状況で第3党が連立して実現するということになれば、どのような給付金が実現するかということについてお話したいと思います。でおそらく私が一番可能性高いと思っているのは、この全国民10万円給付が一番高いんじゃないかなというふうに思ってます。でそれなぜかっていうと、まずこの特別定額給付金10万円っていうのは、コロナ禍にあった全国民を対象に1人10万円を給付するというふうな給付金でしたと。でこれは1回、1世帯30万円給付ということで閣議決定したんですけれども、世論調査その後にその1世帯30万円給付ということに関しては、いやいや全国民1人10万円で給付しましょうよというふうな声を国民がたくさん挙げたということで、それを公明党だったりが汲み取って自民党に突き上げをしてですね、1回決めた30万円給付というものを組み替えてですね、1人10万円給付ということで決定したということがあります。ただその10万円給付を政策にしている政党っていうのは、今は国民民主党とかあるいはれいわ新選組にとどまるというところがありますと。この国民民主党、れいわ新選組、今のところ野党にとどまっているというところがあるので、なかなか実現難しいんじゃないかなというふうにも思うんですけども、大逆転して給付になるシナリオということについてお話したいというふうに思います。とにかく国民の声としてはコロナ禍より苦しいというものがありますと。それは物価が上がって給料が上がってないっていう現状があると。国民生活が苦しいというものがあります。でその国民生活が苦しいので、当然自民党の裏金問題とかそういうのもあったんですけれども、なかなか国民の生活が苦しいということにおいてはやっぱり政権与党に矛先が向くと
いうことで自民党の支持率あるいは岸田首相の支持率っていうのはめちゃくちゃ低くなっていると、超低支持率になっているということがあります。ただ岸田首相はやはりどこかのタイミングで解散したいっていうふうに思っている可能性ももしかしたらまだありますし、あるいは来年の衆議院の任期をもって解散していくっていうことになったとしても、とにかく支持率をアップしていくっていうことを狙っていかないとなかなか厳しいっていうことがあります。もしこの自民党総裁選岸田首相がクリアしてまだ首相で居続けることがもしできたというシナリオはあったとしても、やはりこの支持率を上げなきゃいけない、国民に評価されなければならないっていうところは相変わらずあるので、それについては岸田首相はいろいろ対策をしていく可能性がありますと。そういう意味では給付金また実現していく可能性はあるんですけれども、なかなかこの選挙がないともしかしたら実現しないっていうところも予想できますと。でただこの選挙を行って自民党が大敗ということになって他の政党を入れるということになれば、その政党が推している給付金、それが実現していく可能性があるんじゃないかなというふうなところです。岸田首相の支持率っていうのは相変わらず低いんですけれども、岸田首相はやっぱり諦めてないっていうのがあります。コロナ禍に安倍内閣が実施したこの特別定額給付金の、この10万円給付ですね、1人10万円給付というものの実施によって、この4月、この給付をする1ヶ月前の4月は 23% だった支持率が、この給付をした5月には 38% ということで約2倍に増えているということもあります。何かそういった国民に評価されるような給付金をやっていくっていうふうな可能性は大いにあるということですね。自民党の支持率、先ほど言ったように少しずつ上がってきてます。それに加えて新たな給付金をやってくる可能性もないということではない可能性もありますということですね。でただ選挙をどこかで行いました、あるいは任期満了でもいいんですけれども、選挙をいずれにしても行いましたということによってやはり自民党やっぱり裏金があったりとか、あるいは国民生活苦しいっていうことがありますので、なかなか議席を伸ばせない可能性もありますと。もし大敗してしまって過半数割れということになれば、他の政党がもしかしたら第3党として加わって連立入りして政権を一緒に運営するという可能性もありますと。でその場合、自民党と一緒にもしなる政党としてはですね、立憲民主党とか維新とかと一緒になるということはもしかしたらありえないので、そうなると一番近い政党どこかということで、国民民主党がもしかしたら可能性高いんじゃないかなというふうに思ってます。国民民主党っていうのは、自民党と政策協議したりとか、あるいは去年はですね、与党入りということについても協議をされたぐらいなので、もしかしたら選挙後ですね、結果によっては一緒にこの第3党として政権与党に入っていく可能性はあるんじゃないかなというふうに思ってます。その場合自民党が大きく議席を増やせないということになれば、自民党の総裁をそのまま首相として推せない可能性があるので、岸田首相はそこでお役御免となって、国民民主党の党首、国民民主党がもし議席を伸ばせばですね、玉木代表が首相になるという可能性もあるんじゃないかなと思ってます。国民民主党、ピンときた方もいると思います。10万円給付を政策にしている政党です。10万円給付に加えて消費税減税も政策の柱としていますと。実際に去年の年末に参議院2023年の11月に消費税減税法案というものを国会に提出もしてますということがあります。消費税減税っていうのはやっぱり消費税の負担が大きかったり、それがなくなれば消費の刺激にもなるし、そういった負担が軽減するっていうものがずっと継続するので、この10万円給付もそうだけど消費税減税もぜひやってくれっていう声もたくさんありますと。ということで国民民主党の本部に連絡をして聞いてみたところ、先月末ですね、一回ちょっと連絡をして、もし国民民主党が政権に入ると、自民党大敗して第3党として連立入りするということがあった場合、10万円給付、消費税減税ちゃんとやってきますかということで伺ったところ、党の基本政策は変わらないと。細かいところはブラッシュアップする可能性あるけれども、基本的にはこの実施に動いていきますよと、10万円給付、消費税減税動いていきますよということで、なるほどと、国民民主党頼りにしてますよというところもあるんですが、全ては衆議院選挙にかかっているということがあります。これはやっぱり自民党が全国津々浦々の小選挙区でめちゃくちゃ勝ってるっていうことがなかなか一気にひっくり返しにくいっていうところがあるということですね。結局地元を押しに入れてしまったりとか、与党アドバンテージっていうのもあったりとかします。これは何かっていうと、各地域、各小選挙区、各地域の推しの議員が当選してるんで、自民党の議員だったりとか、あるいは裏金やってたりとかしても、その人個人的に悪いわけじゃないんだけどなっていうふうに、その地域の人が思って、もう一回当選させてしまうということですね。あるいは自民党が野党になってしまうっていうことがないということであれば、ぜひ地元の当選する衆議院の議員は、
与党の議員であってほしいというふうに思うところもあるので、そうなると自民党がもし野党になってしまうっていうところも予想できないんであれば、もしかしたら自民党の議員をもう一回当選させてしまうために投票するという可能性があるということですね。裏金議員すら再選しがちっていうところがあります。で、この衆議院の選挙の結果予想してみました。春に出した予想ですけれども、自民党小選挙区190、比例区70ということで全部で260あります。その議員が裏金議員は半分負けて、それ以外も2割ぐらいはさすがに負けるだろうと、こういった小選挙区の闇っていうのもあったとしても、せいぜいそれぐらい負けるだろうということで予想したところ、83議席減ということで大きく議席を減らすんじゃないかということで予想しました。公明党は今回裏金全く関係ないですし、もし票が割れるっていうふうな選挙になるんであれば、こういった公明党は支持母体に支えられてるんで、もしかしたら強いんじゃないかなと。裏金も関係ないし、支持母体もしっかりあるんで、小選挙区、比例区も意外とそのまま勝ってくるんじゃないかなっていうことで予想しましたと。ただ自民党がめちゃくちゃ負けるんで、合計の議席っていうのは209ということで、定数465の半分、233を大きく割り込むという可能性もありますと。で、その場合、国民民主党第3党として連立する可能性のある国民民主党の、立候補者どれぐらい立てるのかなっていうことで、同じく国民民主党の本部に聞いてみたところ、合計で大体40名ぐらい擁立する可能性がありますということをおっしゃってました。現職7名いますし、立候補予定者っていうのも31名ホームページに書いてありますので、合計で約40名ぐらい立候補すると。で、その結果、国民民主党の支持率も最近少し上がってきているので、もしかしたら30名を超えるような議員が当選するということになれば、この209名に合わせて与党入りということで、まさにこういった政策を実現していくっていうふうな可能性がありますと。10万円給付、消費税減税ですね。その可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってます。自民党が圧倒的に大敗するということではなくて、少し過半数を割るというぐらい、公明党と合わせて過半数を少し割るというふうなぐらいであれば、もしかしたら国民民主党が一緒になっていくと。で、その場合国民民主党は10万円給付っていうのを推してますので、全国民10万円給付っていうのが実現する可能性があるというパターンですね。で、さらにはそれ以外の可能性もありますと。で、それについてはもしかしたら最近はちょっと可能性がちょっと薄くなってきたかなというところもあるんですが、それについてもちょっとお話しさせていただきたいと思います。それは何かっていうと、自民党が大敗して、野党が、今の野党ですね、が政権を握るといったようなシナリオです。例えばもし今回の、自民党総裁選というものが新しく岸田首相でまた、更新となりましたというところをもって、例えば解散したとしますというところで、自民党の支持率っていうのは、相変わらず低いっていうのもありますし、なかなか裏金のイメージもやっぱりありますということで、自民党が大敗して政権交代、野党が政権を握ると。で、その結果、野党の大連立政権で、野党はこういった国民に還元するっていうことを、政策の柱にしている政党が多いので、給付金の給付が早まるといったようなシナリオです。この春にですね、週刊文春が、全選挙区の予想をして、そしてその緻密な予想をした結果、自民党の大敗というものを出しましたと。2021年の衆議院選、あるいは2020年の参議院選の得票数から、あるいは最近の政党支持率のトレンド、そういったところとか、あるいは勝敗わからないよっていう103の激戦区については、この現地の取材もやったと。これだけ緻密に立てた予想で自民党の大敗を予想していたということで、それまでは政権交代まではないと思われてたのが、いやこれあるぞっていうふうなことで動き出したというところがあります。それからこの4月の末にも週刊現代が同じく緻密に立てた予想で、全選挙区ですね、緻密に立てた予想の中で同じように、同じレベルの大敗を予想したということがあるので、これは自民党大敗するぞと。で、どれぐらい大敗するかと。もう過半数大きく割れて、野党の大連立政権も可能になるぐらい負けるんだと。そして全国民10万円給付するようなこういった給付金は、野党の大連立政権で実現していく可能性があるんじゃないかというふうに言われていました。で、野党の政策っていうのはさっき言ったように国民民主党のように10万円給付とか、れいわ新選組のように春夏秋冬1年で4回季節ごとに10万円給付すると、合計40万ですね、給付するっていうことだったりとか、維新に至ってはベーシックインカムっていうことで毎月6万とか10万とかそういったものをもう給付しますと
いうことだったりとか、あるいは立憲民主党も1世帯3万円給付しますということで言ってますんで、野党としてはいろんな国民に還元するということを政策の柱にしている政党が多いんで、そういったことで新たな給付金実現するっていうふうな可能性ですね。で、ただ今のこの自民党の低い支持率のまま解散しない可能性もありますと。このまま自民党がコツコツ支持率が回復していくっていうようなところを狙ってなかなか解散をしない、先ほど言ったように、もしかしたら衆議院の任期満了までいくということになれば、もしかしたら野党が政権握るというところまではいかないで、自民党がせいぜい議席を減らしますが、先ほど言ったように第3党が入るという形で、その第3党の要望するような政策を実現していくっていうふうな可能性もありますが、もしかしたらこの野党大連立政権でこういった給付金とか補助金を実現していくっていうふうな可能性は最近は少しちょっと薄まってきたんじゃないかなと。さらにこの解散をしないと自民党の支持率がさらに下がると、野党の準備が進むっていうふうにも予想されていたんですが、これももしかしたら政権交代までは行わない可能性があるというところがあります。あるいは第三玉、先ほど言った石丸伸二さんというふうなところのこの動きっていうのも気になりますが、もしかしたら自民党が一気に政権を失ってしまうというところまでは、この解散しないことでですね、自民党がこの政権を失わない可能性もあるので、この野党大連立政権で給付金を実現するっていうところについては、もしかしたら一気に実現する可能性はもしかしたら薄まったんじゃないかなっていうふうにも思ってます。最後にちょっとお話したいのは、ベーシックインカムって何かっていうことですけど、日本維新の会が推している政策ですと、所得制限なく、性別とか年齢制限もなしでですね、全国民一定額を定期的に給付しますと。で、国民1人当たり毎月6万円とか10万円とかを給付しますっていうふうな案のことなんですけども、これは何も新たに年間150兆円の予算規模になるんですけど、それを新たに国民に給付しますよっていうだけじゃなくて、今まで我々この国民年金とか払っていると思うんですけど、その国民年金っていうのは65歳になると老齢基礎年金っていって毎月何万円か給付されるようになってますと。で、その老齢基礎年金と合わせて一体化してですね、そして毎月6万円とか10万円、仮に10万円となれば年間120万円、年間で150兆円規模ですね、国民全体でいうと、そういった給付をしていきますというふうな案のことです。これももちろん、維新をはじめとするこの野党で政権を握るということにならないとなかなか実現しないっていうところがあったりとかしますと。ただ新しい動き、もちろん解散に向かっていくというふうな動きもあったりとかしますので、またそういった新しい情報が入りましたら、その可能性についてまた変わってくるところもあると思いますので、それについてまた情報がありましたらお伝えしたいというふうに思います。それから給付金とか補助金に関する動画っていうのはめちゃくちゃたくさん再生していただいてます。ありがとうございます。で、たくさん再生していただいているっていうことは、おそらく我々一般的な国民だけじゃなくて政治家の方もたくさんご覧になっていると思うんです。で、そして参考にされていると思うんで、ぜひ我々の声を少しでも届けて、こういった政策、補助金、給付金実現していきたいなというふうに思ってます。なので、この政策あるいは補助金、給付金に対して賛成反対の一言だけでも構いませんので、ぜひこのコメント欄に一言だけでもぜひ感想を入れていただければというふうに思います。で、その政治家の方とかに我々国民の声を少しでも届けて、ぜひ実現にしていただいたりとか、あるいは参考にしていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。それから、先ほども言ったように新しい給付金の情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただきますので、新しい情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録をしていただければというふうに思います。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。